次というのは特に不思議な時間だ。朝のワクワク感でもなく、夜の憂鬱でもない。社会の歯車は一旦その回転を緩め、世界はほんの少しだけ人間に自由を返す。バイク乗りはその時間帯をよーく知っている。カレンダーに書かれることもなく、誰かと約束したわけでもない。ただ走りたいと思うだけ、思っただけだ。理由や目的はいつも後付けでいい。いや、理由や目的など本当は存在しない。バイク乗りがエンジンをかける動機は理屈の外側にある。ガレージのシャッターが半分ほど開く。きらめく太陽の光が鈍く描かれたタンクの曲面をなぞる。キーを回す。
次の瞬間、鉄と爆発が合意に達した音が響く。今日もちゃんと生きてるな。鋼鉄の馬がそう語りかけてくる。エンジンがかかったという事実は単なる機械の始動ではない。それは自分自身がまだこの世界と接続されている証明でもある。ヘルメットをかぶると下界は一気に遠のく。風の音も街の雑音もすべてが一段奥に引っ込む。残るのは自分の呼吸と鼓動と機械という名の馬の振動だけだ。高速へ向かう一般道はやや日常の顔をしている。少ないトラック、買い物への行き来の家族、赤信号でスマホを覗く人々。その流れの中を静かにすり抜ける。だがランプウェイに駆け上がり ETC レーンへ差し掛かると空気が一気に変わる。高速道路という止まることのない都市の血管に吸い込まれる。まるで天敵のように
鼓動へ溶け込むのだ。ゲートからのテイクオフと同時に獣のように脈打つ回転数。この瞬間、ちょうど夢と現実の境目へと突き当たる。チェックポイントから本線合流へ。視界が一気に開ける。コンクリートの壁、継ぎ目、標識、遠くに霞む高層ビル。すべてが一定のリズムで流れ始める。スロットルをほんの少しだけ開ける。速度計は回転数の針で予測し、心地よいところをまさぐる。心は確実に自由だ。ここには赤信号というものがない。横断歩道も歩行者も電動自転車もいない。ふと考える。あるのは自分と機械という名の鉄馬と進行方向だけ。なぜ走り出したのか。なぜ走るのか。早く着きたいわけでもなく、誰かに勝ちたいわけでもなければ、負けもなく賞金やトロフィーがあるわけでない。ただ進んでいるという感覚が欲しいのだ。止まっていると気
失敗や不安に無意識のうちにスマホを手に取り、その小さな画面の世界にとらわれる。だが、走っている間だけは、今、この瞬間しか存在しない。アクセルを開ける右手、ブレーキにかけた指、そして路面から伝わる微細な情報。季節の香り、すべてが今に集中している。それは瞑想に近いようで遠くもあり正直だ。嘘がつけない。気を抜けば判断を誤れば魂を抜かれる。だからこそバイクという生きた鉄馬は純度が高い。免許さえ取れば、バイクさえ買えば何かが見えるはずだという愚かな人間の期待をことごとく裏切る。痛い目を見ても黙ってそこにおとなしく佇んでいるだけなのだ。首都高速のカーブをリラックスして滑らかに抜けてゆく。バンク角はそう深くはない。責めるわけでもなく、ただただ道と会話し続けているだけだ。今日はそういう気分ではない。走りにも気分がある。強く主張したい日もあれば、ただ流れに身を任せたい日もある。
太陽とのランデブーの日だ。高架の影が一瞬視界を暗くし、次の瞬間また光が戻る。それを何度も繰り返すうち、日常の中で生まれる赤のような余計なものが少しずつ削ぎ落とされてゆく。肩書きも年齢も世間体も、ここではすべてが無意味となる。必要なのは走る意志と、それを支える己の技術と、ほんの少しの勇気だけ。ふと気づく。バイクとは自由の象徴などではない。もっと地味で孤独でもっと厳しいものだ。自分の未熟さを、自分の臆病さを、自分の慢心を、すべて正直に映し出す鏡だ。それでも人はバイクにまたがる。怖さを承知で、危うさを知った上で。その先にしか見えない景色があるからだ。いくつかの ETC レーンを抜ける。一瞬だけスロットルを閉じ、再び開ける。虚しさとわびしさをも抱えつつ思うのだ。走れてよかった。
り終えた後に残るのは達成感でも武勇伝でもない。ただ静かな満足だけだ。エンジンを止め、ヘルメットを脱ぎ、少しだけ汗ばんだ髪がひんやり風にさらされる。世界は何も変わっていない。だが自分の中での何かは確実に整っている。バイクに乗るという行為は人生を変えるほど大げさなものではない。人生を続けていくための呼吸法の一つなのだ。もし胸の奥がざわついたなら、それはきっと走りたいという本能だ。考え方一つで世界の見え方が変わる。真のバイカーとは何なのか。鉄格子で覆われた車という乗り物が柔らかく温かい女性の子宮であるならば、すっぱだかなスポーツであるバイクという乗り物は血管の浮き出た男性シンボルの弾痕である。
で見たことかと名称を浴びせる守りに入った者たちが跋扈するこの世の中で攻めの姿勢を崩さない。愚か者もいたかと後世に語り継がれようとも忘れ去られようとも称賛もなく求めずここに証を残すように走り続ける。僕にも持ってはいけないバイクと同じ金属の塊であるお金というコインと長そうで短いすぐに消えてなくなりそうな人生という名の灯火とガソリンとオイルとブレーキパッドとタイヤと紙幣という名の丈夫な紙と自らのたわいもない魂とを定められた時間の中で燃やし尽くす。午後の昼過ぎ、高速道路はまだ夢の途中にある。走れるのは選んだものと選ばれた鉄馬という名のバイクだけだ。一度でもその感覚を知ってしまえばもう戻ることはできない。そして次の第2のステージへと歩み始める。